はい、皆さんこんにちは。今回はウィザード4構成のご紹介動画です。ウィザード4構成というのは、ウィザードコマ3種のソウルイーター、神使い、グリムタッチと何かのシナジーを1種類以上発動させると、ウィザード4の効果でそのシナジーの一番高い数字の効果を得られるという構成です。現在の環境ではこのウィザード4構成も動きやすいので、今回はピックアップしてみました。今回紹介する構成はアサシン級、ウィングス級、明治級です。今回も必要最低限の情報に絞ったので、厳密に言うと細かいところは少し省略している部分もあります。今回もアイテムを持たせるエースコマにアイコンを追加しています。好評であれば続けようと思うので、感想や気になっていることなどはコメント欄でぜひ教えてください。今回ご紹介するウィザード4構成は、構成を作る中でブラックリストの使用が重要なので、ぜひこちらの動画もチェックしてみてください。それでは構成の紹介に移ります。まずはアサシン級です。アサシン級の強いところは、歩行者が星3になると強くて、クリティカルで敵を一掃できるところが強いです。逆に弱いところは、歩行者が集まらなかったり、アイテムが噛み合わないと辛いです。封印やトークンでアサシンコマのターゲットをずらされるときついです。また反射にも弱いです。Kブロックをやっている構成だったり、特に災いの兆しが引けてるタイプの警部に負けやすいです。また連敗が入ることが多い構成なので、自分の体力が少なくなっていることが多いところがきついところです。主な立ち回りとしては、アサシン級は連敗から入ることが多い構成です。必須拡張コマはありません。16ラウンドにレベル7でウィザード3種と一角獣星3とアサシン3の形をまずは作りたいです。アサシン3種は全て星3を目指したいですが、明らかに集まりが悪いものや倉庫が空いてなかったら、深海の歩行者以外から諦めていきます。深海の歩行者、ソウルテイカー、サンチェイサー侍、一角獣は自動購入をオンにしておくと便利だと思います。レベル7に待機して、深海の歩行者を星3になるまでガチャして集めます。自由枠は余裕があればレベルを上げた時に追加していきます。アイテムはマニアと吸血系の上位アイテムが欲しいです。連敗から入ることが多い構成なので、欲しい上位アイテムに応じてアイテムを作ることが多いです。吸血系の上位アイテムは今回のテンプレでは合成することが多いブラッディヘルを記載しています。私は冥界のかけらの派生のブラッディヘルかブラッディスカルの選択肢は、私は物理が多いならヘル、明示と警部が多いならスカルと覚えて選択しています。よかったら参考にしてみてください。また中盤のエースは深海の歩行者の集まりが良ければエースにしますが、集まるまではソウルテイカー星3とか、重なっているアサシンコまでエースを代用します。次がウィングス級です。ウィングス級の強いところは現像が出てくるところ、勝った時の打点が大きいところ、グリムコンボが強いところ、対峙の耐久性の高さにあります。弱いところはメイスと如意棒に弱いです。配置が重要なので、陣形が崩されるときついところ、範囲攻撃や床ダメージに弱いです。主な立ち回りについて説明していきます。ウィングス級は高場のアーチャーが集まってきた時に向かいたい構成です。対峙の賢者で耐久している間にグリムコンボとウィンドレンジャーで相手を押し切って勝つという特徴を持ちます。必須拡張コマはウィンドレンジャーです。ただウィンドレンジャーは星3までは目指さないので、星2になったら拡張から外します。16ラウンドレベル7でウィザード3種とウィングスとマナの源の形をまずは作りたいです。星3を目指すのは胎児の賢者と工場のアーチャーです。21ラウンドレベル7で胎児の賢者星3は作っておきたいラウンドです。その後もレベル7に待機し、工場のアーチャーを星2が2台作れるまでガチャして集めます。星2の2体目が作れたらレベル8に上げて投入していきます。26ラウンドレベル8で工場のアーチャー星3が作れると上々です。自由枠のコマは空いた枠やレベルを上げて追加していきます。アイテムは胎児の賢者の耐久を上げたいので、ブレードブレーサーや聖杯の恵み、鋼の鎧が欲しいです。ただ、胎児の賢者用のアイテムを作ると、序盤からの構成選択肢が少し狭くなるので、ウィングス級に行くことを決めてから合成するのがおすすめです。中盤も終盤も、胎児の賢者の硬さを利用するので、胎児の賢者をキャリーします。明治級について説明します。強いところは固めてる間に敵を一掃できるところ、勝った時に駒数が残りやすく打点が高いところ、早めに完成させることもできる構成というところです。逆に弱いところは25ラウンド以降血の終焉や雷の星3がないとパワーアップができないところ、対策されやすいとか、あとは床ダメージに弱くて、今だと裏切りのデーモンハンター構成とかシャーマン4が苦手です。またマリーに弱いという特性も持っています。主な立ち回りとしては、明治級は魔力の
結晶とか魔法の杖がたくさんある時に迎える構成です。シャーマンメイジをやりたいけど雷スピリットの集まりが非常にいいという時とか、シャーマンの集まりが悪いという時に向かうのも選択肢としておすすめです。必須拡張コマはありません。16ラウンドレベル7でウィザード3種と退治の賢者と明治3の形をまずは作りたいです。星3を目指すのは退治の賢者と雷のスピリットです。21ラウンドレベル7で退治の賢者は星3を作っておきたいラウンドです。その後もレベル7に待機して雷スピリットを星3になるまでガチャして集めます。自由枠は余裕があればレベルを上げて追加していきます。アイテムは雷スピリットのスキル火力アップと耐久を上げたいのでサクリファイスワンドがポイントになっています。中盤も終盤も雷のスピリットのスキルを活用するので雷スピリットをキャリーします。今回はウィザード4構成を3つ紹介しました。選択肢の一つとしてよかったら参考にしてみてください。最新のティア構成3つは以前の動画を参考にしてみてください。今はアップデートが入ってシャーマンコマの優先度が変わっていますが、ティア構成は変化がないかなと思っています。シャーマンコマの優先度の詳細については動画のコメント欄や概要欄に記載してあるのでそちらをチェックしてみてください。今回は現環境の注目構成の動画を作ろうと思ってたんですけど、ちょっとそれを作成し始めたら長くなってしまったので2つに分けています。なので今回は第1弾としてウィザード4構成なので第2弾もあります。よかったら作成を応援よろしくお願いします。自分用に台本用サイトとして作っていたサイトがあるんですけど、そちらを作り直してオートチェス用にしているのでよかったら皆さんもぶくましてもらえると嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。毎週土曜日にオートチェスの大会オトチェ杯を開催しています。初めて参加の方もぜひエントリーをお待ちしております。詳しくは動画の概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録をすると乳酸のやる気モチベが上がるので登録してほしいのだ。それといいねとコメントとで要求が多すぎるのだ。次回の動画もお楽しみに。